1500万ぐらいのダイヤモンドいきなり買ったことあったのよ。そう、あれからつけなくなりましたよね。どねってもらうことについて正当なホストの形とは言えないっていう。外苑なんかとやかく言われる必要はないなっていうのは。最低じゃん。いや俺も言えないですよ。それ失礼極まりなくない？これもめちゃくちゃ多かったです。配信で、どねってもらうことについて正当なホストの形とは、言えないっていう指摘もありますが、お三方どうお考えですか？よかった。お、マルコ、お、わらわら。ザ・シックとザ・クラの売れてるプレイヤーのドネック。かわいいネイル、鍛えるような顔、鍛えるような顔。それがなんと3100万割りぶち出し投げ銭が。いや嫌ですよ。だってホストじゃないじゃないですか、投げ銭なんて言っちゃったら。もうだって今まで何十年の歴史ホストあるかわかんないですけど、投げ銭って多分聞いたホストってなりますよ。ズビーじゃんってなっちゃうんですよ。アイドルじゃないですから俺ら。もちろんお店に来て接客するからこそホストクラブって言われるのかもしれないですけど、店に来て応援できない人とかが応援したいっていう人の気持ちでそういう投げ銭が動いてるわけだから、俺は別になんか外苑なんかとやかく言われる必要はないなっていうのは、やっぱりその投げるか投げないかってその人の自由なの。でも自分たちのこう活動範囲がこの新宿の歌舞伎町っていうこの小さな町から、こう日本を飛び越えて、世界から来るからね。そうですね、世界に広がったのは本当に素敵なことだな。いや本当にそうです。そうですよね。地球の裏側からお客様来ますね。いや本当にそうなんですよ。どこから来たの？ブラジル、メキシコ、カナダ、アメリカ。たまに英語でシャンパンコールやる時あるもんね。そうあるのよ。いやあるあるよ。クラブ。しかもそれでおいでもう一本入ったりとかしたもんね。確かに自分も毎月韓国から来てくださるお客様とかめちゃくちゃいる。そうだよね。いや昔なんてなんか携帯とかなかった時に電話なんかしてお客様呼んでるやつは二流じゃねっていうような時代とかあったらしいんですよ。もう何に電話してお客様呼んでるのみたいな。ホストだったらもう出勤してそれで勝手にお客様が向こうから会いに来るようなのがホストだろうみたいな時代とかもあったらしいんですよ。でそっから徐々に電話してるホストに指名取られたって言って俺らもやらなきゃって言って足並み揃えて電話してみたいな時代があって、今なんて電話で営業してるホストなんてお前電話してるの LINE でよくねみたいな感じじゃないですか。結局やっぱ新しいものってそういう風に言われるのかなと思うんで、今とかさまさに俺らそういう時代にいると思ってて、なんか配信とかして顔を知ってもらうとか周りが多分言ってる人もいると思うので俺はあんま気にしないけど、でも数年後にあの時やっとけばよかったなって言ってるやつらもいっぱいいるし、今俺らを見てなんかそういうことを始めようとしてるやつとかはなんか多分いい時代が来ると思うし、つっても多分真似できないスキームだけどね俺らは。間違いないですね。別に投げ銭なしでもそこら辺のホストにまず負けないから、その中でその応援店に来て応援できない人とかが応援したいっていう人の気持ちでそういう投げ銭が動いてるわけだから、僕らホストってそのお金を使わせるのが仕事じゃなくて、お客様とか女の子の気持ちを動かすか動かさないかなんで、その子が何を求めてるかって、そういうのを直接会って動かすか画面越しで動かすかって、画面越しの方が難しいんですよ絶対に。なんか悪く言われる必要はないなってすごい思います。ホストの時の最初の給料は何に使いましたか？僕一番最初の給料6万です。みんな周りね、ホストクラブ売れっ子の人たちってみんなアクセサリーつけてるんで、これはもうなんかねこうつけないといけないなと思って、最初ディオールのアクセサリー買ったのが一番最初の買い物でした。
本当に一周回ってさ、最強のホストになるとさ、もうアクセサリーとかもう逆にいらないってなって、味付けはもういらないなって、味付け素材で勝負する。最初でもあれですよね、本当に途中から何もつけなくなりましたよね。前覚えてますよ。なんかわけわかんない形のネックレス。わけわかんないけど、マジでわけわかんねえ。本当ですか？いやマジで超でっかい、なんでそんなん買ったみたいな。1500万ぐらいのダイヤモンドいきなり買ったことあったのよ。あと青いブルーダイヤモンドね。懐かしいですね。そう、俺なんかタイタニック見てて、ハート・オブ・オーシャンっていう大きいダイヤモンドがあるの、青い、それすっごい欲しくなっちゃって、それと全く同じの青い指輪が売りに出てたから、もうこれ買いだなと思って800万ぐらいして、それ買ったらなんかダイヤモンド首に合わせたいなと思って、またなんか何千万ぐらいかのやつ買って、でギラギラさせながら出勤してたな、初回ついてな。でもダイヤダサかったね、今考えたらな。マジダサかった。超高かったね。でもそういう時代経て今だからもういらねえなんも。どこ行ったんですか、そのネックレスと？お母さんにあげた。そう、あれからつけなくなりましたよね。そう、やっぱいらないなと思ったんだよね。服着てる時よりも俺脱いだ時一番かっこいいからね。ありがとうございます。じゃあ次。セルティアさん引きこもりだったのに気も使えてトーク力が高い理由が知りたいです。でもホスト始める前はもうできる限りのことは全部しましたね。ホストの本も読んで、なんか会話術みたいな本も10冊ぐらいにあるんですよ。俺の本。そう、もちろん読みました、もちろん読みました。でなんかもう YouTube に上がってるような、こう今なんてもうホストの講習会みたいなのがたくさん上がってるんですよ、 YouTube で。でそういうのもたくさん見て勉強しましたね。でも話せなかったです、初め。そんなイメージもないよね。めっちゃ覚えてます。一番最初の入店初日に着いた初回のお客様に本当にもう緊張して名刺渡すのも忘れて、連絡先も聞けずにずっとこうやって両膝に手を置いてこうやってニコニコ笑ってたんですよ。っていうのが本当に1日目。惨敗したんだ。いや惨敗しましたね。でも今確かにでもさ、マジでオフの時さ、本当なんかその引きこもりだった感あるよね。でもよく言われます、でもそういう陰キャっぽいところが好きって言ってくださるお客さんも結構多くて、なんかちょっとミステリアスな感じで、そうですよね。スイッチオンオフのタイプだから、本当逆に言うとプロタイプだと思う。本当にベタなやつ。ベタなやつ、はい、女の子と接するときに一番気をつけているところは何ですか？ベタなの来たな。でもこれ多分おのおのホスト論あるでしょ。自分はもう本当によくチームの後輩とかにも言ってるんですけど、もう余計なことを言わない、これだけですね。余計なことよ。ちょっと待って、どういうこと？じゃあ同伴します、お客様と同伴します、アフターしますってやった時に、こうお客様に喜んでもらいたいとか、こう安心してもらいたいっていう気持ちで、いや俺が同伴したりアフターするのは〇〇ちゃんだけだよみたいなのって、確かにお客様はその安心したりこう喜んだりするかもしれないですけど、それってこう後々のこの不安の種になるというか、私だけって言ってるのにみたいな、でそういう良かれと思っていう余計なことって本当に自分の首を絞めるだけなんで、余計なことを言わないっていうのは自分の中で一番こう大事にしてることですね。だからセルティアさんはなんかあれだね、誠実なのかもしれない、逆に。確かに。ありがとうございます。変な期待させないってことでしょ。俺も全然お前だけだぜって言うもん。本当その時思ってるからね。てか目の前にで接客してる時、俺本当目の前の子が一番好きだと思える。めちゃめちゃ素でいます。嘘ってマジバレるんですよ。大体ホストってやっぱお前だけだよとか、いろいろやっぱ女の子が喜んでほしいからこそ営業で言うんですけど、そんなチープな営業しちゃって別にやっぱお金使う人ってバカじゃないんで、そんななんか安っぽい嘘ついても意味ないんですよ。だから本当に自分を心から理解してくれてる子じゃないと、大きいお金っていうのは絶対に動かないんですよ。出会った女の子たちに対しては常に素で向き合ってるから、普通の自分でいるから、女の子たちもそれに惹かれて自分から来てくれるし、自分からシャンパンとかお金入れるもの使ってくれるんで、形がないものを売りつける仕事なんで、だから取り繕ったってしょうがないですよね。本当に自分の中で自分を価値づけないと人動かないんで、だからもう常に素で、だから素を最高な状態にしてます。ロハンさんはちなみに何ですか？セ
女の子と接するときに一番気をつけている？俺らしくいるですね。それだけですね。みたいなことを言いたいんですけど、一番マジで大事だなと思うのは相手の心を読む。今何を考えてるのかとか、こういうこと言われたいんだろうなとか、あらゆる情報源があるわけですよ。なんか緊張してる人ってこうなんかわかります？手を動かしたりとか髪触ったりとか、髪触ってる時ってちょっと恥ずかしい時だったりとか、目線とかいろんな情報で大体人の気持ちってわかるんですよ。俺はすごい相手の心を読むのが誰よりも上手な自信があって、だから売れたのかなと思うんで、なんかそういう、まあ、相手の心を読むってそんな難しいことじゃないと思うんですよ。それぞれの理想の女性のタイプを教えて。うわ、自分はありますね。田舎の牛乳屋の娘みたいな人がいいですね。すれてない子。そうっすね。何にもできない人がいいですね。もう勉強もできない、運動もできないみたいな。もう俺が、いやお前本当俺がいねえと何もできねえなって言いたいんだ、ね、お前牛乳しか絞れねえな本当それぐらいこうなんていうんですかね、純粋でこう一緒にいてこう心が綺麗になるような女性がすごい。でもね分かるわ。なんかバイオレット・エヴァーガーデンでさ空から降りてさ、戦場でさ、なんか死んじゃう人いるじゃん。いますね。あの人が残してきたさ牧場の女の子いるじゃん、はい、それそれじゃん。それモチーフでしょ。それです。あの子めっちゃいいよな。いいっす。ちょっと巨乳気味の子でしょ。そこは見てないですか。見てない。そこは見てないです。あの子いいよね。いいっす。わかるわ。そう。ゆうさんどうですか。僕めっちゃ尊敬できて強い女性好きですね。自分の人生別に一人でも生きていけるみたいな、なんか強い人好きですね。真逆じゃない？そうですね。面白いぐらい真逆です。私ゆうし君いなくても大丈夫ですっていう人がいた。追いかけたいタイプなんじゃない？いや僕も別に女の子いなくても生きていい。別に独り身で全然いい、あんま興味ないんですけど、究極だなって思うんです。なんか自分一人でお互い生きていけるのになんか好きになれたら超いいなと思って、まあ、尊敬できる人は好きなんですよね。僕基本的に人に苦手なんで。俺はマジでデートして次の日もう一回会いたいなと思わせてくれる子がいい。そしてそういう人は今まで一度も出会ったことがない。俺女の子大好きだけど特定の一人って彼女とか作りたくなくて、なぜなら一日遊ぶじゃん。次の日はもう本当会いたくなくなっちゃう。一日どっか、まあ、行って泊まるじゃん。で次の日は返したいわけよ。もう一日泊まってって言えたら多分その子のこと好きだと思う。まだいないですね。いないね。たまになんか2泊とかする時も、まあ、心の中で多分まあそれ本人にも言うから全然言っていいと思うんですけど、本当帰ってほしいなと思ってます。1日目と2日目の対応マジで全然違う。本人に2泊するのって言うんですか。2泊してもいいけど、俺本当に2泊目しようだけど平気っていう。みんなこれ俺ん家に2泊したことある子だったらマジでわかると思うけど、めっちゃ2日目超冷たい。ちなみにこういうその理想のタイプって横についたお客さんが聞いてくることってあるんですか？ありますよね。あるある。どういう人が好きなの？そういう時は今答えたこと答えるんですか？俺は瀬戸内寂聴さんってで俺普通にこんな人って言っちゃう。みんな本音は言わないと。いやだって次の日も会いたいと思わせてくれる子と最低じゃないですか。いや俺も言えないですよ。田舎の牧場の娘。でも店来てくれる子は無条件で俺は普通に本当に好きだと思う。俺お客様はお客様で本当に大好きだし、全宅俺ほぼヘルプ行くんですよ。ヘルプでも本当に俺の店に来てくれてありがとうと思うから、ちょっと彼女っぽく接しちゃうの分かるでしょ。もちろんめっちゃ彼女っぽく接しちゃう。見てて伝わりますね。でしょ、人の女だっていう意識ありますよ。ちゃんと人の指名のホストだっていうのはあるんだけど、もう本当にその話してる瞬間もう好きなんですよ、その子が。めっちゃだから本当彼氏のような振る舞いをしちゃう。いつもだってその年齢とか容姿とか関係ないんですよ。本当にぶしつけなお客様とか以外はマジで話してる時その子以外のことあんま考えられない。セルティアさんへの質問来て。多いですね。めっちゃ来んじゃん。何俺に質問せえよ。ゆうし君のモノマネを本人の前でやばい披露してください。これはなんでこういう質問？俺よく YouTube でやってるんですよ。結構多いですよね。
そうよく他の自分は結構声真似というかアニメのね声真似を YouTube でよくやっててショート動画とかにも投稿してるんですけど、エルヴィンはエレン、君には何が見える？ここからは時間外労働です。よくそのローランドグループのキャストの声真似とかもよくやってて、できんだ。そうでもゆいさんがいつも自分に言ってくれる嬉しい言葉をよく真似して言ってるんですよ。じゃあいつもこう合同ミーティングのねローランドグループのでいつもねこうゆいさんにご挨拶させていただくんですけど、その時にこうゆいさんがいつも言ってくださる一言いきます。はい。ティアすごいねすいません。ごめん、1ミリも刺さんなかった。すいません。俺のできる俺。いやできないですできないです。俺のできないの？できないですできないです。黒崎さん。店長やったことないですけど、店長大体店長の口癖がいつもあるんですけど。それ失礼極まりなくない？これいつも言ってますね。エルヴィンで記憶をなんか綺麗な記憶のまま終わりたかった。店長はやったことないです。他なんかアニメできないの？ちびまる子ちゃんってことですね。ちびまる子ちゃんできんの？誰？長澤？長澤確かに声質長澤だ。いやいやそんなことないです。長澤やって。玉ねぎの玉ねぎのね。いきますね。藤井君、君はやっぱり卑怯者だね。これ OK ですか？ありがとうございます。名誉挽回できました。しまったわ。よかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。